もしあなたを守ってくれるはずの家族に人生を壊されてしまうとしたら。2025年12月22日、アメリカノースカロライナ州ローリー。深夜、一人の女性が暗い部屋の中で机に向かっていました。その部屋に響くのは紙の上を走るペンの音。全て私が悪かったのかもしれない。自分のことが嫌い。自分を責める言葉を書き連ねるその女性の名はマケイラ・レネ・セトルズ。私の何が彼にあんなことをさせてしまったの？誰か教えて。マケイラは震える手で日記に文字を刻んでいきます。一体彼女は何に対しそこまで激しく葛藤しているのか。彼とは誰のことなのか。実はこの5ヶ月前、マケイラは父親に処女を奪われてしまったのです。父親に処女を奪われた事件から自分を責め続ける娘。なぜそのような間違いが起こったのか。その始まりにあったのは父親への無防備な信頼だったんです。おさすけちゃんです。いやみやみこです。じゃあみんな、ワールドカップ見てる？今見てるよ。もうワールドカップ好きだな。ワールドカップ見てんだけど、見てるけども私ね、WBC も今年ありましたと。だいぶおすすめのスポーツ観戦のやり方身についてきました。お家でね。どんな見方をすればいいですか？いやみんな大体ね、コーラ買ってピザ買ってとか、ポテチ買ってとか。欧米かお前。いや欧米でしょ。スポーツ観戦なんて欧米文化なんだから。でやるんだけど、私がおすすめなのはね、なんでしょう。アメリカンじゃなくて、メキシカンやったことある？あなた。わかった。タコスだろ。そう。なるほど。タコスをね、タコスいいね。準備しなくてもいい。最近さ、メキシカン料理って色々あるから、ウーバーとかしてもさ、メキシカンのさ、セットとか売ってたりするから、チリコンカンとか、ひき肉のやつとか、サルサ、フレッシュサルサ、なんか熟成したサルサみたいなのいっぱいね、巻いて食べるの。こうすれば、試合も勝てるし、食事も楽しめる。一石二鳥。すごいおすすめ。だから、私以上の楽しみ方知ってる人、出てこいや。今回はアメリカカリフォルニア州で起きた性的暴行事件をご紹介します。これ18歳の娘が父親にね、無理やり関係を迫られたというね、本当に胸くその悪い事件。最悪。本当に年頃の自分の娘に父親が欲情するだけで本当気持ち悪い。やめて本当に。これ本当に気持ち悪いですし、娘はね、父親のことをもともと本当に信頼してたんです。なので、こういうことが起こった後に、なんでこんなことになっちゃったんだってね、自分を責めるようになっちゃったんです。この事件は娘から母親に寄せられた一本の電話から発覚するんです。悪夢の4時間。2025年7月21日、アメリカカリフォルニア州ベンチュラ。早朝6時半、38歳の女性カロライナ・サンドバルは突然の着信に驚きつつもその受話器を取りました。マケイラ、こんな時間にどうしたのよ。電話の相手は18歳の娘マケイラ・レネ・セトルズ。彼女は怯えきった声でこう言います。ママ、お願い、助けに来て。マケイラは2日前、離れて暮らしていた父親スティーブン・ヴィンセント・チャベスの家に移住したばかりでした。父親との間に何かあったのだと直感したカロライナは詳しい話も聞かず車に飛び乗ります。そして現地に到着したカロライナの目に飛び込んできたのは自力で立ち上がることすらできず裸足で小刻みに震えているマケイラの姿。彼女は震える手でパスポートと高校の卒業祝いでもらったわずかな現金を握りしめ、ペットの猫を抱きしめていました。母に同行していた叔父がマケイラを抱えて車に乗せなければならないほど彼女は憔悴しきっていたのです。父の家で暮らし始めてまだ2日しか経っていないにもかかわらず、彼女の身に何が起きたというのでしょうか。時は遡り2日前の7月19日、これまで母と幼い妹と3人でノースカロライナ州で暮らしていたマケイラは父の住むカリフォルニアへ引っ越してきました。パパ、これどこに置いたらいい？幼い頃からマケイラはどこへ行ってもすぐに友達を作れる優しくて活発な性格。絵を描くことが好きでスケッチブックにデザインを書き溜めていた彼女はグラフィックアートの道に進む夢を持っていました。その夢を叶えるためマケイラはカリフォルニアのムーアパーク大学への進学を決意。そこで彼女に手を差し伸べたのが大学の近くで電気工事会社を経営していた父チャベスでした。カリフォルニアに来るなら一緒に住もう。パパが学費を払ってやるし車も買ってやるぞ。父チャベスのその提案にマケイラは大喜び。別居の理由は詳しく報じられていませんが、マケイラとチャベスは長く離れて暮らしており、たまに会う程度の関係でした。一緒に暮らせば本当の親子としての絆を築けるかもしれない。マケイラはそう思っていたのです。引っ越しが終わるとマケイラは現地でバイトを探したり大学のクラス計画を練ったり、これからの生活に向
け意気揚々と準備を進めました。母カロライナと幼い妹も見知らぬ地で新生活を始めるマケイラをサポートするため、近くの叔父の家に1ヶ月滞在することに。久しぶりに父を含めた家族4人で過ごせる時間をマケイラは楽しみにしており、カレンダーには家族での観光の予定がびっしりと書き込まれていました。家族みんながさ、父親と過ごせること喜んでたのに、その父親にひどいことされちゃうわけ。辛すぎるわよ。マケイラは父親との暮らしをカリフォルニアドリームと呼ぶほどにね、胸を躍らせていたんです。ただね、その期待に満ちた新生活、一夜にして一変してしまうんです。マケイラが引っ越した翌日の2025年7月20日の夜、親戚の集まりで日中からお酒を飲んでいた父チャベスが酔っ払った状態で帰宅しました。チャベスはお酒を大量に買い込んでおり、そのうちの1本を開けるとマケイラにこう言います。お前も飲めよ。せっかく一緒に暮らすんだから。カリフォルニア州では18歳の飲酒は認められていません。それにもかかわらず、父チャベスは娘のマケイラに執拗にお酒を勧めました。父との関係を良くしていきたいと考えていたマケイラは、その誘いについ応じてしまうのです。慣れないアルコールを口にしたマケイラはやがて酩酊状態に。そして深夜2時頃、父チャベスは意識が定まらない彼女の手を引き、2階の寝室へ連れて行きます。そしてチャベスは娘マケイラに4時間もの性的暴行を加えたのです。苦痛と恐怖の中、マケイラは涙を流しながら何度も訴えました。やめて、痛い、血が出てる。すると父チャベスは顔色一つ変えずこう言ったのです。それがどういう意味かわかるか。娘に対し自分が処女を失った事実を突きつけ、その状況を楽しんでいるかのようなその言葉。早朝6時半、部屋から逃げ出したマケイラは泣きながら母へ電話をかけたのです。マジで気持ち悪いじゃない。お酒の勢いもあるかもしれないけどさ、娘にそういうことしておいて何の罪悪感もないじゃないの。これ気になるのは、実の娘に対してね、性的興奮を覚えるようなことって本当にあるのかっていうことなんです。実はこれ血縁者同士でもね、長期間で別々で暮らしていたら、性的興奮を覚えることっていうのがある場合もあるらしいんです。というわけで本日のメトラキーワード、遺伝的性的魅力について。遺伝的性的魅力とは、離れ離れになっていた血縁者同士が再会した際に血がつながっているにもかかわらず性的な魅力を感じてしまうこと。遺伝性疾患のリスクから通常血縁者同士は本能的に性的魅力を感じないようになっています。しかし幼少期から別々に暮らしていた場合、そのブレーキが十分に形成されません。すると血縁ならではの親近感や体の特徴が似ていることを魅力的に感じてしまうことがあるのです。わかりやすい例は、イリノイ大学の心理学者R・クリス・フレーリーらが行った実験内容は、参加者に異性の顔を評価させる前に本人には気づかれないほど短く親の写真を差し込む、本人の顔の特徴を混ぜた異性の顔写真を見せるなど。すると参加者はそれが親や自分に関係する顔だと気づいていない場合、その顔をより魅力的だと評価する傾向があったといいます。18歳の娘に対し絶対に許されない行為に及んだ父チャベス。司法は彼にどのような判決を下すんでしょうか。血に染まった証言。母と叔父に救出されたマケイラはすぐにシミバレー病院の救急救命室へと運ばれます。マケイラが身につけていた病院のガウンは前も後ろも真っ赤に染まってしまっていました。父からの暴行により彼女はおびただしい出血を伴う重傷を負っていたのです。病院では性的暴行の証拠を集めるための数時間の検査が行われ、マケイラの体内からは父チャベスの DNA が検出。マケイラは心身ともに消耗しきった状態にありながらも、医療関係者や警察に一部始終を証言しました。その後、避難先の施設へ向かう車の中で彼女は母カロライナの胸にすがりつき泣き崩れます。どうしてパパはあんなことしていいと思ったの。 DNA もさ、マケイラの証言も揃ってるならチャベスはもう言い逃れできないじゃない。本当にそう思いますよね。チャベスはね、この後逮捕されるんですが、マケイラたちが安心できる時間は長くは続かなかったんです。マケイラの証言や DNA の証拠をもとに父チャベスはその日のうちに逮捕。チャベスの容疑には近親や未成年への酒類提供、そして強姦の重罪も含まれていました。こうしてマケイラ本人も母カロライナも少しだけ落ち着くことができたのですが、父チャベスはここからわずか1週間で釈放されたのです。チャベスは25万ドル、日本円にして約3800万円の保釈金を支払い、何食わぬ顔で日常生活を再開。そして彼は反省など一切していませんでした。その証拠に、マケイラが病院に運ばれた直後、父チャベスは妻のカロライナにこんなメッセージを送っているのです。もう二度と酒は飲まない。あんなブラックアウトは二度と起こしたくない。これは要するにお酒に酔っていて何も覚えていないということ。4時間もの行為に及びながらその主張には無理がありました。さらにマケイラの体内から DNA
DNA が検出されたことを伝えると、父チャベスはこう返します。どうでもいい。もうメッセージを送ってくるな。その発言はどう考えても娘を大切に思っている父のものではありませんでした。仮にお酒の勢いでやったんだとしたら、まず謝罪すべきでしょ。それなりに何言い訳ばっか並べ立ててさ、最初から下心あってさ、娘を家に来させたんじゃないの？そう思われても仕方ない対応ですよ。この後マケイラは必死に気持ちを立て直そうとしました。しかし、信じていた父親に裏切られたトラウマは拭えなかったんです。消えない傷。父チャベスが釈放された後、数週間の入院を終えたマケイラはノースカロライナ州の自宅へ戻りました。そして母からのサポートを受けながら必死に前を向こうと努力したのです。マケイラはもう一つの夢だったネイリストの学校を卒業し、仕事を始める準備をしていました。マケイラはそうやって日常を取り戻そうとしましたが、父から受けた暴力と裏切りの傷は彼女の心を確実に蝕んでいったのです。そして事件からちょうど5ヶ月が経過した2025年12月22日、マケイラは暗い部屋の中、震える手で日記にペンを走らせていた。彼があんなことをしたのは私のせい。自分のことが嫌い、大嫌い。事件以来、極度のうつ状態が続き、精神的にずっと不安定だったマケイラ。彼女は絶対的に父親に非があるその状況で、彼を憎むのではなく自分自身を責め続けていた。日記には来る日も来る日も自分への強い嫌悪感と終わりのない苦しみが綴られていた。そしてその日、限界を迎えたマケイラは、その日、マケイラは自室で首を吊った状態で見つかりました。彼女は救急隊の懸命な措置によって息を吹き返しますが、意識が戻ることはありませんでした。家族は必死に祈り続けましたが、6日後の12月28日、マケイラは脳死を宣告されてしまうのです。誰よりも信じてたはずの父親のせいでまだ18歳なのに命を落とすだなんてさ、重い罪が課せられないと納得できないわよ。本当にそうなんです。なので残された家族の願いっていうのは、父親チャベスにちゃんとね、罪を償ってほしい。そういうね、思いだったんです。しかし、父チャベスからは、そんな思いをね、踏みにじるような言葉が届くんです。最愛の娘を失った母カロライナは、せめて夫のチャベスが重罪に問われることを望みました。一方で保釈金を支払って自由の身となっていたチャベスは、娘の死を悼むどころか、妻に対して信じられないメッセージを送り続けていたのです。あの出来事以来、俺は毎日いろんな奴から脅迫を受けて傷ついてる。有能な弁護士を動かすからな。なんとチャベスは娘が亡くなったこの後に及んでも、自分がまるで被害者かのように振る舞っていました。さらに彼は亡くなったマケイラを嘘つき呼ばわり、挙句妻のカロライナにも侮辱を向けます。お前がマケイラにロープを渡したんだろ。全部お前のせいだ。そのメッセージを見たカロライナは底知れぬ怒りを込めこう返信しました。あなたという悪魔に娘を託してしまったことが私の人生最大の過ちよ。母カロライナは裁判で必ず真実を明らかにすると決めていました。しかしその願いは思わぬ形で打ち砕かれます。ベンチュラ郡地方検事局はチャベスを強姦罪では起訴しない方針を固めたのです。その理由はアメリカ合衆国憲法にある対面条項という壁。それは被告人が証人に対して直接反対尋問を行う権利を保障するもの。マケイラが亡くなってしまった今となっては彼女への反対尋問が不可能なため、マケイラのビデオ供述が証拠として採用されない可能性が高かったのです。父チャベスは行為は合意の上だった。酒で記憶がないなどと主張しており、マケイラの証言が採用できないとなればそれらの主張を覆すのは極めて困難。それが検察が下したあまりにも非常な判断でした。 DNA が見つかっても合意の上だったって言われたらもうどうしようもないわよね。こういう言い訳が通用しちゃうところがね、性犯罪の難しいところなんです。この検察の判断に聞き捨てならないと声を上げた女性もいたんです。父チャベスを強姦罪では起訴できない。不条理な検察の判断に対して声を上げたのがマケイラのいとこクリスタル・サンドバルでした。マケイラは父親のせいで亡くなった。それなのに彼の方が権利で守られるなんておかしいと思いませんか？クリスタルは TikTok やインスタを通じこの事件の全容と司法への疑問を訴えました。彼女の動画はわずか3日で300万回再生され、全米に激しい怒りが巻き起こったのです。検察局には重罪での起訴を求める抗議メールや電話が殺到。2026年4月21日の公判前審理の日には裁判所前に数百人の市民が集まりました。彼らはマケイラのための正義と書かれた紫色の T シャツやプラカードを掲げて抗議。しかし有罪答弁でチャベスが認めたのは謹慎
未成年への種類提供、父親としての立場を悪用したこと、マケイラが抵抗できない状態にあったことについてだけ、結局世間や遺族が最も求めていた強姦罪に問われることはなかったのです。チャベスは有罪答弁の直後、その場で手錠をかけられ収監されました。正式な量刑の言い渡しは6月23日に予定されています。模範囚と認められれば服役期間はさらに短くなる可能性もあります。現在遺族はクラウドファンディングで資金を集め、チャベスに対して民事訴訟を起こす準備を進めています。遺族が求めているのは単なる金銭的保証ではありません。電気工事士という肩書きを持つチャベスが、その肩書きを利用して他人の家に上がり込むことが二度とできないようにすること、密室で女性に手を出せる機会を与えず、同じ過ちを犯させないことが遺族の最後の願いなのです。父親から性被害を受けたマケイラは、心に傷を負っただけでなく、その間違いを自分の責任かのように捉えてしまいました。それはその間違いの相手が父親という誰よりも信じたかった相手だったからに他なりません。だからこそ父チャベスは娘がどれだけ自分を信じていたか、その信頼を裏切ることがどれだけ重大なことかに向き合うべきだと感じます。あなたは大切な人に裏切られた時、その裏切りが自分の責任のように感じてしまったことはありますか？おっさっす。皆さんいつもアルゴメトリーを見ていただいてありがとうございます。というわけでね、我々ね、夏にも差し掛かろうというところで、この度ね、ちょっとアルゴメトリーの視聴者さんから、オンラインサロン、秘密結社アルゴメトリー入りたいんだけど、なんかどんな動画があるかね、わからなくてね、お金かかるの不安っていう方もいらっしゃったんで、今回ね、7月末までにね、入会した方限定で、1週間分のね、無料期間を設けさせていただいてね、そこでこう、お試ししていただいて、気に入ったらね、ご継続いただけるっていうね、キャンペーンを用意させていただきました。オンラインサロンもね、もうかなりのね、期間をね、運営してますので、今ね、アルゴメトリーに上がってないね、オンラインサロン限定の動画なんとね、120分を超えました。というわけでね、オンラインサロン限定なんで、ちょっと過激な動画だったりね、YouTube に上げられないようなものばかりなんですけど、そちらもね、興味ある方はね、ぜひこのキャンペーンをね、利用して、秘密結社アルゴメトリーに入会してみていただければと思います。改めてね、7月末まで入会の方限定なので、ちょっとね、迷ってる方とかはね、試しにね、入ってみてもいいんじゃないでしょうか。というわけで、引き続きね、アルゴメトリー、そして秘密結社アルゴメトリーをよろしくお願いします。あなたには人には言えないような隠れた願望はありますか？2019年10月、アメリカ・ルイジアナ州。いい加減少しは認めたらどうなんだ。何のことだか全くわからない。家族が心配だ。早く帰らせてくれ。それは警察署内の取り調べ室での光景。問い詰められている男は落ち着いた様子で、至って真剣な表情で相手を見つめています。しかし捜査官の方はそんな男の嘆願には耳を貸さず、冷たく鋭い目で睨みつけるばかり。その後も数十分にわたって押し問答が続きますが、男はあくまで自分は何も知らないというのみでした。苛立った捜査官がついに声を荒げます。証拠はある。子供たちがカップケーキを食べているこの写真だ。そして当日の朝、このケーキにお前がしていた映像が残っているんだぞ。カップケーキに自らのを混入させた男。男に汚された物体はなぜ子供たちの手に渡ったのか。己の性的願望を我慢できないこの男には、考えうる限り最悪の共犯者がいたんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。